Ladies and gentlemen, the next stop is Dalian Station. はい、というわけでね、大連に着きました。大連自体は2度目でね、今回来た目的は前回遼順にね行けなかったんで、今回はね主に遼順に行きたいなと思ってます。ちなみにシェンアンも、曇りちょっと小雨って感じで、ね、蒸し暑かったんですけど、大連もね、今はちょっと風吹いてるけど、日差しが差すと暑くって、で、海が近くだからか結構蒸し暑いですね。今から地下鉄に乗ってホテルに向かいます。ここですね、今晩の宿は。今ホテルの部屋着きました。部屋アップグレードしてくれました。なのでラッキー。結構広い。時折あるこのガラス張りの浴室、窓も大きめでありがたい。夕方になったんで、っていうかもう7時なんで外出てきました。ホテルからちょっと歩くとかなり賑やか。目の前が海かな。ここ、新海グアンチャンの近くでもあって、新海グアンチャンっていうのはすっごいでかい大きな広場なんですよ。いやー、これぞ広場ダンスって感じの広場ダンス。ここビーチになってるんだ。ビーチでこれ石だね。あの橋がやっぱ印象的ですよね。なかなか激しい波。我一直在你身旁，从未走远。このショッピングモールの4階におしゃれスペイン料理のお店があるらしいんで入ってみましょう。この外観から想像できないけど、ちょっともうこの営業してないテナントが多くって4階にあるらしいんだけど、この雰囲気違うところに入ってきちゃった。体育館みたいなのが上にあった。どうやって行くの？全然わかんない。ここの4階、今3階、4階別世界だったらいきなり日本料理とかあるし、でもどっから日本料理と向こうなんか1軒中国料理。他のお店の人に聞いたんですけど、1階の別のエレベーターから上がんなきゃいけなかったみたいです。すごいもうもう暗いじゃん。知らなかったら絶対入んないでしょ。楽器屋とかあるな。楽器屋とかここで本当にいいのかな。やっと分かりましたよ。この看板のこっち側、ここにあった。壊れてるって。3チェックオーダー。どういうこと？電話しろって。そんな。あれがトラムか？あれトラム？路面電車？こっから行けんのか、もしかして。ついに着いたっぽい。すごないここ。本当にルーフだね。屋上ですよこれ。这边有红酒吗？有红酒，要单瓶的吗？还是有单杯的？您看一下单杯吗？結構でかいですよ。スペインのなんかワイン。夏だからね、冷えてて美味しい。いただきましょう。スパゲッティ。中国でスパゲッティ。サラダもいただきます。シーザーサラダ。外にね、客が一組いるみたいだけど、中は誰もいなく、他に誰もいないですね。店内意外と広々としてる。インテリアも落ち着いた感じで。おはようございます。今日はベニスに行きます。あれ撮ってる。路
面電車どこ行くか分かんないけど乗ってみよっか。始まりがシャオピンタオってとこで、交通カードかアリペイか現金1元。今降りました。でここがね狙い通り1号線乗ってここに来て2号線乗り換えてって予定だったんでぴったりです。ということでやってまいりました。ここが大連のねベネツィアの街っぽい街を、作ってね、何のために作ったかよく知らないんですけど、観光客呼び込むためかな。この街全体水の都みたいなコンセプトで作った場所ですね。じゃあ早速どんなもんなんやっていうね、安っぽいのかそれとも結構ゴージャスなのかっていうのを見てこっか。どうなんですかね、建物立派に作ってあるんじゃない？でもああいうところがあるな。あれはどうなんだろうな。僕ベニス行ったことないんでね、比べてどうなのかっていう。あとここがそもそもどんだけベニスを丸々再現しようとしたかどうかはよくわかんない。西洋風でゴンドラもした船入れといたって感じもしないでもないけど、60元か。出発しました。モーターですね。すごいスムーズ。あの人いちいちかがまないといけないんだ。赤い人が、赤いコスプレの人たちが。無事陸に戻ってきました。10分15分ぐらいでここ一周したって感じですかね。イタリアらしくジェラートでも食べてみますか。せっかくなんでこのゴンドラダブルアイスクリーム。さっきの場所から地下鉄で2駅、とりあえず、あまりよく分かってないんで、ここのことこのハイトゥーン、公園というか山があって海があってって感じですね。何があるのか見ていきましょうか。何あれ、これ海の生物の模型。こうやって山登り退屈でしょって我々を楽しませようと思って用意してくれてるんだね。まだ登り始めたばっかだけど、もう暑くてつらい。蒸し暑い。ちょっと開けたところに出てきた。向こうにもなんか小道があるな。これ右に行ったらもうちょっと海の近く出てくるかな。あっち側に降りれるみたいだな。道はこっちに続いてるけど、前方は崖らしいね。すげえ、ここ絶壁じゃないですか。さっきの絶壁の場所からね歩いて5分10分ぐらい、このビーチって呼んでいいのかな、砂というか石ころのビーチですけどやってきました。大連ってね、こういう石のビーチが多いんですよね。観光客でにぎわってる。ちょっと海藻とかあって大きな岩とかね。いや、波すごいですよ、ここ。その勢いで石が現れてツルツルになってるね。水着とかね、タオルとか持ってきてないんで、ここ売ってる感じもないし、残念ながら海には入れないです。超荒々しい波。海から上がってまたこの蒸し暑いジャングルに逆戻り。一瞬で蒸し風呂状態。行かう人々見てみてもね、もう息遣い荒いし、でも結構ね靴がね
そんなバランスの靴で大丈夫みたいな、ただのクロックスみたいなやつさ、ゴムのサンダル、それでこんな歩きにくい道歩いてる人ちらほらいるんですよね。車道に戻ってきましたけど、ここからどうしよう。前の方向に戻るか、それとも進み続けるか。さっきの場所から少し歩いて、ここホンダ赤なんだの場所なんだって。不安な注意書きあるけど、まあ空いてるからね。もう正直疲れてるんだけど、ここまで来たら行っちゃいましょう。ちなみにホンダ赤っていうのはね、まあネットで人気ってことです。ホンダ赤の場所はやっぱり行かなければ。ここ道綺麗だから安心ですわ。子供も大人も夢中のホンダ赤 D が見えてきましたよ。どんな景色なんでしょうかね。あの子口は本物だったよ。閉まってるけどみんな向こう行ってる。いいけど恐る恐るって感じですな、これは。靴がね、これがホンダ赤 D。向こうの洞窟でしょ多分ね、ダカディはあそこまで登るんでしょ。辛くないそれ。さっきの場所と基本的な構造はね似てるんだけど、まあ入り江になってて、こっちの方がもうちょっとね荒くて岩がゴツゴツして。あそこに立ってる人のところまで波行くのかな。足もすごいこれ。うわ足の裏が痛いこれ。みんなでもよく行くよあんなところ。そんなちゃんとした靴履いてなくても、どう考えてもね、行きはいいけど、行けばよいよい、帰りは怖いって感じ。ちょっとキック下ろして、別に取られない人。いやいやいや、これ結構やばいよ。普通にでも子供でも登ってるしね。信じられんよ。あの靴で行ってるからすごいよね。だからここ登ってね、向こう行って、でもここでも順番待ちがありますし、向こう行ってもね、なんだろう、撮ってくれる人もいないわけなんで、あそこでポーズ決めてもね、めっちゃ危険な感じがするんで、僕はもうここでギブアップします。打卡一下，这就爬了3分钟，打卡1小时。你走转个店吧。いやー、降りるのが怖いよこれ。あれ最初の入り口、あそこみんなあっちの岩登ってったけど、こっから行けるんじゃない？戻ってきました。ホンダカっていうのが僕の理解ではそこに行って達成するみたいな、そんな感じかなと思うんですけど、そういう意味で言ったら、あと残りのね、最後の一番もしかしたら肝心な部分、あそこでポーズをとって写真を撮る、それができなかったからね、まあ失格じゃない？失格ですよ。来た道を戻ってます。ずっと曇ってましたけど、夕日がいい感じにさしてきましたね。夕方になったら東北らしくね、涼しくなってきました。今私は新海グアンタンっていう場所に来てます。ここはすっごいかなり巨大な広場で、香港が中国に戻ってきたことを記念して1993年にね、建てられ始めた、そういう広場っていうことらしいです。ビールフェスティバルとか屋台とかね、すごいこういう盛り上がってお祭りになってますよね。すごい熱気。でも僕はまあ今日別にここはただ通り過ぎるだけ。あそこの建物とんでもないよね。ホテルらしいです。お城みたいだけどホテル。ここ全部ちょっと西洋チックですね。すごいこの綺麗な橋を今渡ってます。渡ってね、目的がちゃんとあります。向こうに昨日見たね、海峡大橋、
やってまいりました。これが目当てのロシア料理ルーブリ、かなり人気らしいですよ。牛肉のシチュー来たんだけどめっちゃ燃えてる。ビール、この自家製ビールらしい。安かったし、これ15元です。いただきますか。乾杯。飲み物、これすごいフルーティー、爽やか、フルーティーでうまい。飲み物ね、ちょっとクワッスもね飲みたかったんですよね。ロシアの伝統的なパンの、それも美味しそうだったんですけど、ちょっと自家製ビールにも響きに負けました。サラダ来た。大層の名前ついてた皇帝なんちゃらみたいな、すごい大層の名前がついてたサラダです。ちょっとボルシチからいただくと当たり前だけど美味しい。ちょっとサワークリームも入っててね。サラダもいただきましょう。崩すのが忍びない。上のミントがうまいわ。これ店内デコレーションすごい綺麗で、スタッフもねロシアの民族衣装みたいな、コスチューム着ててなんかなぜか入り口には甲冑を着た甲冑の像が置いてあって、両側入り口守ってます。あと事前に見た情報ではロシア民謡みたいな、そういう歌と踊りみたいな、そういうのも、そういうお経もあるらしいんだけど、ちょっと時間が多分ねその時間じゃないんですね今はね。多分牛肉スープの暴走が無事収まったみたいなんで、いただきます。上のパイもう崩されてね、崩してから煮たからこうやってこぼれてきて、それでちょっとここ結構もったいない。ジャッカーデーと混ざっちゃってるからそこだけ食べれない。ごちそうさまでした。いやロシア料理美味しかった。ちょっと遊園地にねで遊びに来たんじゃないです。ちょっとここ通り抜けようと思って、ついでにねちょっとこの辺りの夜景の光景にでもお付き合いください。なんだこれ何、水かけてるの？何これ、すごくない？怒りのアート、音楽の力でなんていうかね、催眠作用みたいな、なんか感動しちゃうんだよね。ここはすごいかもしれない。今まで見た中で一番大規模、観客も多ければライトアップのね長さも質も大規模。游客8点半直播就结束了，来坐塔布的游客来，请起立把塔布压下来。終わったらしいよ。来坐塔布的游客来，请起立把塔布压下来，游客。じゃあ帰るとしますか。明日は遼順に行きます。遼順のね地下鉄の駅に着きました。地下鉄って言っても地上に出てるんですけど、この線は大部分ね12号線。これからバスに乗ってね、まず遼順の古い駅っていうのがあるんですけど、それに向かいたいと思います。これかな、バスの10で行ける10路ちょうど行っちゃったみたいで、1時間とかやつも40何分とかね待つことになりそうだったんでちょっと予定変更して先に、近くのバユー山っていうねとこに行こうと思います。なので違うバスに乗って、でここチーツー站、大型バス駅が、バスターミナルがあるのかな。でここからその山にまず向かいたいと思います。なんだこのトイレ。個人的に中国で一番いい公共トイレ。
ょうど朝一終わったところなのかな。すごい歌歌ってる。合唱団上手。向こうに山が見えますね。あれがそのバユー山。早速すごい暑い。ここ車道なんだけど、ちょっと待って、こっちから行けるんじゃない？今日は幸いまあ晴天だからね、蒸し暑さは昨日よりはマシかな。信じられないぐらい汗だくになります。この階段着いたかな。あそこでチケット買うのかな。着きました。まあ、巨大な塔がありますね。で眺めがいいんだと思う。この塔のとこまでやってきました。かなり立派な塔ですね。石造りでなんていうか年季入ってる感じですね。ここからね旅順港の眺めがね一望できます。ただ今日はねちょっと霧がかっててね何も見えないに等しい海の方は。でこの辺りはまあ軍港ってことでねセーラー服着て写真撮れるよっていうそういうサービスとかもあるようです。ロープウェイはあるんだけどもう高所恐怖症なんでね徒歩で下山します。徒歩でもそんな時間かかんないんで多分。ここから見えるロープウェイなんか随分のんびりだな。そんな怖くなさそう。なんか見えてきたよ。1881年に清がドイツから買った砲台だって歴史がありますね。すごい数の落書きがロシア語もありますね。日本もこれに関わってるから明治41年って書いてある。こんなところにバイニャオユエン鳥小屋がある。こんなのこれ6元、中に入るの20元。これ餌プレって言ってるのかな。どうやってやればいいんや。噛まれそうなんだよ。怒った怒った怒った。落としたら怒ったよ。めっちゃ怒ってる。あ、意外と優しい。意外と優しい。意外と優しい。落としちゃったらバカなのこいつ。ラストチャンス。ラストチャンス。もう無理。そうこうしてるうちに鳥が集まってきたで、クジャクとかすっごい餌見てるよ。すっごい餌見てる。こいつは手から食べないでしょ、さすがに。おい、手からあげるなんて無理。この子たちはクジャクの子供なのかな。ここなんか思ったより広くて、それで山だから普通にどんどん下下っていってます。 RPG でモンスターと遭遇したみたいな感じだよね。これ立ちふさがってるんで餌あげて道譲ってもらわないと。ぐるっと一周する感じかな。一周して上に曲がってくる、戻ってくる。さっきあの鳥めっちゃ面白い声で鳴いてたんですよ。もう一回鳴いてくれないかな。あおーあおーって鳴いてたんですよ。今行こうとしたら鳴いて、で二声鳴いてまたやめやがった。落とすなよ。落としたよ。バカなのかな、このバカなんだと思うよ。また落とすよこいつ。中硬いから中だけちょっと食べてみたいな。全部丸飲みできないんだ。すごい怒ってるしね。ブチ切れてる。かがゆい。ちっちゃめのやつの方がいいのかな。うまくいったんじゃない？小さいやつ。そろそろ麓まで降りてきました。悔しい。あの鳥鳴かなかったよ。ここ軍港だって。
旅順湖、上から見たとこですね。特になんもないからこれで30元どうなんでしょうね。軍艦の中だから謎の展示、この上にレストランあるらしいんで行きます。結構いい景色見えるけど、さっきの場所、旅順港の観光地で開放されてる部分の隣は軍事基地があって、そこ思いっきり写真撮るなって書いてあるから、ちょっとそっち見せられないです。ここなんかな、なんか全然何も書いてないけど、すげえ。いやー、ちょっとついつい暑すぎてビールいっちゃいます。とりあえず野菜が来ました。いただきますか。これもエビが入ってる。すごいプリップリだなこれ。これレベルが高いエビだ。すごいのが来た。タイちゃんがわかんない。前にチンタオで食べたことあるんですけど、ここはまた違った感じ。こっちの方がだいぶおしゃれだね。でもその分前食べたのよりタイちゃんの存在感少なめ。ちょっと細かく切ってある。料理揃いました。甘辛く煮つけてある。これ取りやすくね、やっぱ取りやすく切れてて、こんな甘い味ってちょっと初めてのお菓子みたいな感じ。みりん干しかな、なんかみりん干しってありましたよね。みりん干しかなんかそういう感じの味がする。多かったけどなんとか完食。見えてきました、旅順駅。ここが旅順駅。1900年に建てられた建物で、ロシアが占領してた時に建てたっていうことですね。残念ながら中は入れないみたいです。いつもなのかたまたま今日なのかはちょっと分かんないです。この鉄道のレールはこうやってつながってるな。おお、スタンドバイミーごっこ。こっちからはっきり見える表側。今僕目の前にすごい景色がいい開けてるんだけど、橋があって、で、軍艦があってね、ここは多分撮影禁止かどうかちょっとわかんない。禁止って書いてあるかな。ちょっと見てみたら撮影なんかちょっと携帯撮ってたりする人いますけどね。ここ壮観だからね、綺麗だからちょっとみんな見ちゃってるんだけど。で、この太陽号リーシュの横はチェチューテとか入ってきました。ここら辺博物館とかあってね、多分昔の旅順のいろんな建築が残ってるんじゃないかな。日露戦争資料肖像館、こんな感じの建物か。60元だって結構高えな。でも入ってみるか。面白かったです。撮影禁止なんで中の映像はないんですけど、当時の小物とかね、弾薬とかそういう当時のものがいろいろ展示してあって、特に当時のロシアのね、生活用品、サマールとか、ちょっとした皿とか小さい壺とかお宝みたいなのが。で、これが旅順博物館です。立派な建物。なんかかなりこういう開けた感じで、冷房ついてないんで暑い。博物館の中、中国古代の青銅器とか、陶磁器とかね、そういうお宝がいっぱいあって、で一つ別室にね、びっくりするものがあって、新疆のミイラ、それがまた日本に関係あるもので、大谷探検隊っていう探検隊が新疆からで発掘して、で一回日本に持って帰って、でそれ日本からまた旅順にね持ってきたらしくって、で結局ここに残って、ここの博物館にあるっていう逸話があるミイラがここにあります。なんかしかもその別室だけね、そこは撮影禁止なんですけど、そこの別室だけクーラー効いてるっていう。ちょっと同西地方の小さい博物館でしょと思ったけど、すごいな、ここ舐めてましたよ。展示すごい、本当にもうさっき言った青銅器、陶磁器とかね、それだけじゃなくって、もう玉とか細かい木彫りとか、あとこの部屋、ブッダとか。帰りここからバスに乗れるかな。10路っていうのがねあるはず。これですね、10路。あまり頻繁にはね出てないみたいで、台東の地図の予想では4時45分、あと15分ぐらい待ちます。
ホテルの最寄りの駅まで帰ってきました。それでもうなんていうかコンビニでも寄ってね、なんか買って、それでもう夕食家で済ませようかなと思ったんですけど、こんな店見つけちゃったんで入ってみようかな。 IPA 頼んじゃった。すごい美味しそう。何の IPA かはよく見てないんでわかんないです。アメリカのやつかな。めっちゃうまい。バーユーってやつ、サワラらしいです。すごいなんか魚っぽい味がする。スタート頼みました。就干什么？这是外摆的水冷机，就是它打出来酒，它直接就是冰的。啊，你这就外边然后卖啤酒啊？是吗？星海公园？对，不是星海广场，星海广场有很多摊啊。星海广场是精酿啤酒节。啊，对。那你去的？我去星海广场。星海广场，哦。店員がみんな若者でね、今の中国の若者ってなんかあんな感じのイメージ。静かなんですよね。静かであまり他人のことに関わんないというか、ビールね、星海广場とか星海公園とかでね売りに行くんですね。でそうやって頑張ってお金を稼いでると。あの店だけだったらな、今日土曜日ですからね。いや土曜日じゃないか、金曜日の夜か。他なんか客いなかったですからね、僕以外にね。やっぱりなんか外出てねアピールしていかなきゃいけないんでしょうね。スーパー入ってきちゃった。めっちゃ明るいここ。果物買おうかな。明日の朝ごはんね、ついつい気になって10元3金か。めっちゃ安いんだけどそんなに食べれないから2個で10円やろ。今こうやって横になってたらドアの外でおじいさんとおばあさんの声が聞こえて、ピッピッピッってなったと思ったらドアがガチャって開いて開いちゃいましたよ。間違いだって悟ってすぐ出てきましたけど。というわけでね、今ホテルの部屋をチェックアウトしました。11時ぐらいかな。今日はもうねやることもないんで、午後は上海に戻るっていう日なんで、最後に星海广場に行ってカモメでも見てくるかな。すっごいカモメの群れ。さっき人に話しかけられて、観光地でよくある写真撮って売ってる人だと思われた。飛行機の時間ちょっと心配だけど多分なんとか間に合うと思うんで。結構高くて、しかもなんか内装もそうだけどちょっと日本料理っぽいんだよね。一番きます。豚肉のやつ、まあ普通の豚肉のやつですね。お酢で食べましょう。こっち2つで18元、たった2個で18元のやつ。何の餃子かわかんない、忘れちゃったんでわかんないんですけど、でも海鮮のなんかいただきますか。飛行機の時間結構ギリギリ、2時間前に着けるかな。ここ今地下鉄の駅向かってるんですけど、この広場がね広すぎて、しかも斜めに道がこう行ってってね、結局どうしてもちょっと遠回りするんですよね。一つ逃した。無事空港にね2時間前に着いて安全検査も終わってすんなりと行きました。で今から上海に飛びます。で、また上海でね1泊して、ちょっと、この前の続きですけど、上海で2回目3回目の人が楽しめるような場所に行ってみたいと思います。
爬上去的。这不是刚才那个。是啊。